どうもこんにちは。スクラッチ備忘録のトマト祭りです。前回に引き続き、またコモンのリザレクションのアルバムの中から This Is Me という曲をコピーしていきたいと思います。上ネタがアルトン・マクレイン&デスティニーのパワーオブラブっていう曲なんですけど、このパワーオブラブっていう曲は何人かにカバーされてるんですけど、そのうちの、ステファニー・ミルズさんのパワーオブラブは、オジロザウルスのヒステリカルのアルバムに入ってた十字架の上の元ネタだったりするんですよ。スクラッチのネタが、ブギーダウンプロダクション、ケアレスワンがいたグループですね。こちらのビルド&デストロイですね。5曲目。ちなみにスクラッチはまたシニスタさんがやっておりますので。で、一応ドラムのネタが、こちらでポール・マッカートニーのファーストのマッカートニーですね。確か、ファーストだったと思うんですけど、これのママミスアメリカってやつですね。こちらを使ってやっていきたいと思います。はい。というわけで作っていきたいと思います。なるべくね、すぐできそうなやつを選んでます。いや、最近花粉症みたいな症状が出始めてまして、ついに来たかって感じですね。いや、曲が良すぎる。まだチョップですね。前回のリザレクションの時もそうなんですけど、ここぴったりアタックに合わせるか合わせないかって結構重要なんですよね。日本人が結構しっかり合わせちゃうタイプって聞いたことがあるんですよね。はい。大雑把に切り分けたんで、こっから修正していきます。前回と同じですね。この最後にチッって、このチッって入るのが嫌いなんですよね。チって入るっていうことは、次の音に被ってるですよね、多分。僕 MPC1000 と2500と 2000XL は使ったことあるんですよ。あと4000持ってた時もあるんですけど、4000を貸したらそのままなくなってしまいましたね。僕に MPC の使い方を教えてくれた人曰く、MPC とかってやっぱこのチョップする作業で結構耳が良くなるよっていう風に言ってました。例えばこれ今キックドンってあるんですけど、この波形の今、もうちょっと大きくするか。ここがキックの波形のドンってなってるとこなんですけど、真ん中辺から始まってると、こんなアタック感のない、ふんふんふんって音になるんですけど、ちょっと左の方に行けば、ドゥってちゃんと出ますよね。今こういう作業をしてるというわけです。これ結構地味なんですけどね、楽しいんですよ。70年代の曲ってやっぱいい曲多いんですよね。実際いろんなの聞いてみても、やっぱこれ70年代かってなるんですよ。本当年代的には70年代後期あたりぐらいが僕は好きですね。チョップできたと思うんで、切り出していきます。で、今もうサンプルを割り当てたんですけど、このままだと、これ、音が重なっちゃってるんですよね。なんで、ミュートグループっていうのを作るんですよ。ミュートグループ1っていう風にやると、このグループを組んだやつだけ、次のやつを押したときに音を消してくれるんですよ。前のやつを。チョップミスったかもしれないですね。どうしようかな。これは僕のサンプルの切り方が悪かったのか、それとも何か別の問題なのか。やり直すか。はい。というわけで、上ネタの微調整が完了しました。と言っても、さっきのチョップの仕方で別に問題なかったみたいで、まずピッチがプラス6じゃなくてプラス5だったっていうとこですね。で、ここのパッド8かな？ちょっとなんていうんですかね、隙間ができちゃってたんですよね。それよくある現象なんですけど、例えば89とかにしてやってみると、出ましたね。この一瞬パッド7から8に行くときに一瞬間が空くんですよ。これってパッド7の音がパッド8に行く前に切れちゃってるんですよ。それですごく違和感を感じるんですよね。
まあ、これは多分 MPC 使ってたらよく出くわすと思うんですよ。まあ、例えば元ネタの BPM が90だとしたら、シーケンス組むときは 90.5 とか91とかで組む感じになると思うんですよ。まあ、それはなぜかというと、元ネタが生ドラムなんで、微妙にこう揺れてるわけですよ。テンポがまあ90の時もあれば、89.8 とか、89.7、90.5 とかの時もあるわけですよ。そういうこう、微妙なズレを早くすることで、こう、ちょっと詰めてあげるっていう感じですか？ちょっとこれ伝わりますかね？昔、まあ、どっかで聞いたなっていうやつです。まあ、テンポも92ぐらいにしときました。聞いてみましょう。いや、綺麗にループしてると思いませんか？これだけでめっちゃいい曲ですよね。というわけでじゃあドラムを入れていきたいと思います。ドラムはもうサンプリングしてあります。うん。全然低音を感じないけど大丈夫なのかな？まあドラムもチョップしていきます。はい。ドラムが打てるようになりましたね。スネアから入れていきます。次にハイハット入れます。次にキック入れます。クオンタイズは 65% でかけました。ただちょっとこのキックが弱すぎるな。なんかキックが弱いんで、ちょっと音を足しましょう。はい。まあこんな感じで出てないですね。まあこう、レイヤー機能みたいなやつがあるんですよね。キック結構足す場合が多いんじゃないですかね。ただ足し方は僕もいまいちわかんないですけどね。適当に足していいもんでもないみたいなんで、そこはまあ専門家の人がコメントをくれるはずです。うん。いいんじゃないですか。とりあえずなんか雰囲気的に出来上がってきたので、プロツールス上でまたやっていきたいと思います。はい。というわけで、This is me の曲を作って、スクラッチも載せてみたでした。まあ、やっぱり前回もそうだったんですけど、まあ、デジタルじゃない、アナログ機器の MPC の方を使っていたっていう時代だと思うんで、なかなかこう独特の粗さみたいなやつは出ないんですよね、やっぱ。まあそこはしょうがないなと思ってやってるんですけど、あとはこのドラムが、キックがすごいスカスカだったんですよね。何かやっぱ足してるんじゃないかなと思ったんですけどね。雰囲気的にはいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。今回はできてから撮ってます。で、まあ冒頭の方でも言ったんですけど、パワーオブラブのカバーをサンプリングしたやつが、オジロザウルスの十字架の上っていう話をしたんですけど、意外とそのカバー曲が熱かったりするんですよ。例を出すと、これまあ何のネタだか見せたら多分大体の人はわかると思うんですよ。
何のネタだか分かりましたね。これのカバーをサンプリングしたのが、ミーシャさんの In My Soul っていう曲があるんですよ。これだったりするんですよね、ネタが。さっきの例でいう、十字架の上とコモンの This Is Me はいとこかはとこぐらいの関係だと僕は思ってるんですよ。そんな言葉は多分ないと思うんですけど、あと前回もすごくたくさんのコメントをいただきまして、似てるっていう人もいれば、似てるっていう人が多かったんですけど、僕自身はあんまり似てないなと思ってたんですよ。そしたらすごい詳しい方が、いやこれはチャップスじゃないかと来まして、もうすごく僕もびっくりしたんですけど、確かにチャップスっぽいんですよね。多分コメントいただいた人が正しいなと思いました、僕も。このチャンネル結構いろんなところをミスってるところありますので、そういう時はガンガンコメントいただいて大丈夫ですので、僕は特にやっぱりなっていう感じなんで、ダイレクトにちょっと顔がダメとかそういうこと言われたらちょっと僕もきついですけど、そういう技術的なやつとかだったら全然いいというか、むしろありがたいぐらいだと思ってるんですよね。MPC に関しては僕初心者ですから、その辺は皆さんの力をお借りしたいなと思ってる次第でございます。というわけで今回はここまでにしたいと思います。気が向いたら高評価やチャンネル登録などをしていただければとても嬉しいです。それではまた。